はい、皆さんこんにちは、和也です。私は現在、非正規として働いているのですけれども、非正規として働いていると、思っている以上にお金の管理に神経を使います。今日はそんな私が普段使用しているこちら、ミニマム財布についてお話ししていこうと思います。私も最初からミニマム財布を使用していたというわけではなくて、学生から20代後半あたりまでは長財布を使用してました。その頃は家族の真似をして財布の中にレシートを貯める癖がありました。また長財布でポケットが多かったため、そのポケットにできる限りのカードを差し込んでいましたね。ただお金についての意識が高まるにつれて、長財布からミニマム財布へと移行してきたというような経緯になってます。ちなみに以前私が使用していたミニマム財布というのがこちら、ドンテポーナのインナーブルーでございます。わかりますかね。ちょっとアップにしていきますけども、こんな感じで中はブルーになっておりますね。暗いな、おい。そして今の私が使用しているのがこちら、アブラサスのブッテーロレザーエディションとなっております。こちらについては以前ショート動画でも取り上げさせていただいたと思うんですけども、あれでございます。それではなぜ私がミニマム財布を使うようになったかお話ししていこうと思います。結論を言うと、最大の目的は節約のためでございます。私は長らく非正規として働く中で、経済的な余裕がない中、お金であったりだとかミニマリズムについて勉強しました。これは私独自の考えにはなるのですけれども、家計をキャッシュフローで例えると、お財布というのは蛇口にあたる部分だと思ってます。この蛇口が緩いままだとお金は自然と流れていってしまう。派手な財布であったりだとか高級な財布を使用していると、どうしても財布を取り出しがちになってお金の紐が緩みがちなんじゃないかなと思います。その点、こういったミニマム財布というのは物理的に最小限サイズであるため、お金を使うという意識に自然と制限がかかると捉えています。こういった効果を期待して私はミニマム財布を使うようになりました。はい、それではミニマム財布のメリットについてお話ししていこうと思います。まず1つ目のメリットとしては、先ほどお話に触れた通り節約効果でございます。収納スペースを制限することによって物理的、心理的に抑制がかかる。こういった作用が節約効果へとつながっていくということです。特に現金については、こういったある種の不便さこそが、節約効果をもたらすんじゃないかと思いますね。はい、それでは2つ目のメリットとしましては、カードをなくしても気づきやすいということが挙げられます。やはりミニマム財布なので、収納できるカードの枚数にはかなり限りがあります。おおむね5枚前後と言えるのではないでしょうか。なので仮に財布からカードをなくしてしまったとしても、比較的早く、そのカードがなくなったことに気づきやすいということが言えるかと思います。はい、3つ目のメリットとしましては、キャッシュレス派と相性がいいということです。昨今では現金以外の決済手段というものがたくさんありますので、そういった決済手段を普段から利用している方々にとっては、財布から不要な機能を整理するというところで合理的なのではないかなと思います。噛みました。私自身も普段のお店での支払いというのは、クレジットカードであったりだとか QR コード決済で支払うので、現金というのはほとんど持ち歩いておりません。続いて4つ目のメリットとしましては、軽くて持ち運びやすいということが挙げられます。軽装で外に出かけたいなと思ったりすることがある自分にとっては、こういったこともメリットだったりします。小さめのバッグでも確実に入りますので、物が軽ければ心も軽いなんて思わせてくれたりします。
続いて5つ目のメリットとしましては、家計管理がしやすくなるということが挙げられます。普段の決済手段が現金だった場合、レシートや領収書で家計の管理をしていかなくてはならないと思うのですけれども、キャッシュレス決済を利用するようになると、アプリを使って過去の支払いを確認することができますし、現金での支払いの場面を減らすことができるので、そういった意味で家計管理がしやすくなるのではないかと思います。それでは次にミニマム財布のデメリットについても触れていきたいと思います。まず一つ目としては、節約志向でない方にとっては不便ということです。収入がたくさんあってお金には困っていないぞというような、そもそも節約志向でない方にとってはただの機能不足の財布ということです。続いて2つ目のデメリットとしましては、入れたお札が三つ折りになってしまうということです。これは地味に嫌なやつで、私個人にとっては一番のデメリットかもしれません。銀行の ATM だったりだとか、あと駅の切符売り場だとか、機械にお札を入れようとすると、三つ折りの状態だと戻ってきちゃうんですよね。なのでそのたんびにシワを伸ばすと言いますか、折れ目を平らに戻すんですけども、これがめんどくさかったりします。はい、3つ目のデメリットとしましては、現金派と相性が悪いということになります。例えば私の祖母はクレジットカードやデビットカードの類は一切持っておりません。QR コードの類も利用していないので、普段からこういった現金のみで支払いを済ませている方々にとっては、収納スペースが限られるミニマム財布は不便でならないと思います。続いて4つ目のデメリットとしましては、カバンの中で迷子になりやすいということが挙げられます。サイズが小さい分、カバンの中でどこに行ったかわからなくなりやすいということです。ただこれについては、カバンの中のいつも決まったポケットに財布を入れておくだとか、ポーチの中に入れておくなどして工夫次第で克服が可能な点だと思います。そして最後のデメリットとしましては、節約効果が得られない場合もあるということです。つまりは人を選ぶ節約方法だと言えます。これはあくまで物理的な制限による心理作用である部分が大きいので、そういった抑制がそもそも効かない人間にとっては効果が薄いと言わざるを得ないと思います。それは使おうと思えば使えてしまうからということです。この点は非常に重要な点になってくるのではないかと思います。はい、それでは本日のまとめに入ろうと思います。ミニマム財布は現在の私のニーズを満たしてくれています。なので今後変える予定はございません。ただ合わない人というのは絶対いると思います。合う合わないが非常にはっきりしているんじゃないかと思いますね。そこでキーワード3つ、節約、キャッシュレス、そして合理化、これらの傾向が当てはまるよという方にはミニマム財布がおすすめなのではないかと思います。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。私は非正規で経済的に余裕があるわけじゃないからこそ、道具に助けてもらうというような選択肢をとっております。最近お金の使い方を見直したいなだとか、身の回りのことを整理したいなだとか、そういった方々の何か一つのヒントになれば嬉しいです。このチャンネルでは非正規で働く日常やミニマルな暮らし、お金や人生について考えたことなどをこんな感じで、ゆっくりと話しています。よかったらまた見に来てください。それでは。